ユーズエフェクトについて分かりやすく、丁寧に説明します。ユーズエフェクトは、リアクトアプリと外部システムを連携するために使うフックです。リアクトの仕組みに合った方法で、外部システムとの連携をスマートに実装できます。まずは、気になる外部システムについて説明します。外部システムとは、リアクトによって制御されないシステムのことです。例えばネットワーク接続や一部のブラウザ API、サードパーティーのライブラリです。もう少し具体的に例を挙げますと、ネットワークであれば、リアルタイムのチャットサーバーや、ページビューを保存するアナリティクスサーバーとの接続。ブラウザ API であれば、セットインターバルやエレメントへのイベントハンドラーの追加と削除。サードパーティーライブラリであれば、Google チャートのようなエレメントを受け取るライブラリなどがあります。リアクトはコンポーネントを再レンダリングするシステムなので、これらの外部システムの使用は、レンダリングフェーズに適していません。例えば、チャットサーバーへの接続をレンダリングフェーズでやってしまうと、1回で良いはずの接続が何度も実行されてしまいます。また、プロミスの扱いや、エレメントのようなドムノードを扱うことも、レンダリングフェーズに適していません。そのようなレンダリングフェーズには適さないことに対応できるのが、ユーズエフェクトです。ユーズエフェクトについてさっくりと説明すると、ユーズエフェクトは受け取った関数をレンダリングフェーズではなく、レンダリング後に実行します。例えば、チャットサーバーへ接続する関数を渡した場合、レンダリング後にチャットサーバーへ接続します。もちろん実行タイミングをずらしただけではなく、次の2つのこともできます。ユーザーがルームを変更しなければ、接続は一度きり、再レンダリングされてもです。反対にルームを変更したとき、新しいルームへ接続、嬉しいことに古いルームと切断してからです。すなわちユーズエフェクトを使うことで、コンポーネントが何度レンダリングされても、チャットサーバーとの接続をうまく切り替えることができます。それではチャットサーバーとの接続を例に、ユーズエフェクトのコードを見ていきましょう。これはまだ不完全なコードです。一度に全てを書いてしまうと、複雑に感じるかもしれないので順を追って追加していきます。また、ユーズエフェクトにフォーカスを当てているので、リターンなどは省略しています。まず、ユーズエフェクトには関数を渡します。この動画ではこれ以降、エフェクト関数と呼ぶことにします。この例では、チャットサーバーへ接続します。ユーズエフェクトは、他のフックが値を保存するのと同様に、渡されたエフェクト関数を保存します。1度目のレンダリング後は、必ず保存したエフェクト関数を実行します。2度目以降のユーズエフェクトは、レンダリング後にエフェクト関数を実行すべきか判断します。エフェクト関数を実行すべきか判断するためには、2つ目の引数配列を渡します。これ以降、この配列を依存値リストと呼びます。もし現在のように何も渡さない場合、毎回実行すべきと判断します。依存値リストには、エフェクト関数内で使われているリアクティブな値すべてをセットします。リアクティブな値とは、再レンダリングによって変化する可能性がある値です。受け取るプロップスに加え、レンダリングフェーズで宣言する変数や関数も含まれます。ユーズエフェクトは、レンダリングが1度目であれば、依存値リストの値すべてを保存し、レンダリング後にエフェクト関数を実行すべきと判断します。レンダリングが2度目以降であれば、前回保存した依存値と今回渡された依存値を順番にオブジェクトイズを使って比較します。依存値が一つでも変わっていれば、保存中の依存値を更新し、レンダリング後にエフェクト関数を実行すべきと判断します。逆に依存値が一つも変わっていなければ、レンダリング後にエフェクト関数の実行は不要と判断します。現在のコードのエフェクト関数内には、リアクティブな値が存在しないので、依存値リストは空となります。空の依存値リストを渡すと、ユーズエフェクトはエフェクト関数を一度しか実行しません。まとめると、依存値リストがなければ毎回実行、空であれば一度の未実行、依存値があれば変化があった時の未実行、ということです。ただし、とても大切な注意点があります。依存値リストにはリアクティブな値すべてを入れる必要があり、選ぶことはできません。リアクティブな値があるのにもかかわらず、一度しか実行させたくないからからの依存値リストを渡す、ということをやってはいけません。そのことをわかりやすくするため、ユーズステートを使ってルーム ID を管理し、他のルームを選択可能にします。セレクト要素などでルーム ID を変更するような UI をご想像ください。ルーム ID がリアクティブになったので、空の依存値リストは間違っていることになります。この間違いを訂正するために、ルーム ID を依存値リストの中に入れる必要があります。これでルーム ID の変更後、新しいルーム ID を使ってエフェクト関数が実行されることが保証されます。依存値を正しくセットすることの大切さについてまとめます。依存値リストに入れる必要があるのに入れないのは間違いです。
今回の例で空の依存値リストを渡してしまうと、ルームを変更したのに接続されない最悪のバグの原因になります。もし本当にエフェクト関数の実行が一度きりでいいのであれば、ユーズステートを使わない変更前のコードが適切ということです。それとは反対に、入れる必要がないのに入れるというのも、意図しない結果を生み出します。例えばリアクティブな値のカウントがあり、依存値リストに入れたとします。エフェクト関数はカウントを使っておらず、全くの無関係でありますが、カウントが更新されるたびにエフェクト関数も実行されてしまいます。リアクティブな値であっても、エフェクト関数に関係なければ除外しましょう。ただし依存値リストはもっと複雑になることがあります。今回の例ではルーム ID のみでしたが、依存値 A、B、C と増えていくことがあります。その中で一番大変で厄介なのは、依存値リストの正しさを保つことです。依存値 B を入れる必要がなくなったり、入れる必要がある D を入れ忘れたりなど、正直言うとかなり大変です。その問題を解決するために ESLint のプラグインが用意されています。このプラグインは、エフェクト関数が使うリアクティブな値を自動でチェックし、依存値リストに入れるべき、もしくは不要な値を教えてくれます。ほぼマストと言っていいくらい大事で、公式のドキュメントでもかなり強く推奨されています。また、ユーズエフェクトだけではなく、同じく依存値リストを渡すユーズメモやユーズコールバックなど、他のフックでも同じく機能します。バグをなくすためはもちろんですが、依存値リストの管理を楽にするので、必ず使いましょう。依存値についての説明はこれで終わりですが、あと一つだけ忘れてはいけないことがあります。それは接続の切断です。接続するだけしておいて、切断しないのは問題です。このままだと、ルームを変更するたびに接続数が増えていき、メモリリークやチャットサーバーの高負荷の原因になります。この例ですと、ルーム ID が変わった時に、古いルームとの接続を切断できれば良さそうです。ルーム ID が変わった時というのは、依存値に変更があった時と同じ、ということに気がつくかもしれません。そうなのです。まさにユーズエフェクトはこのことを想定して作られているので、コードを少し追加するだけでこの問題を解決できます。実際にコードを追加します。追加するコードはこのように、エフェクト関数から関数を返すようにします。これ以降、この返された関数のことをクリーンアップ関数と呼びます。ユーズエフェクトはクリーンアップ関数も保存し、次回エフェクト関数を実行する前に、そのクリーンアップ関数を実行します。すなわちこの例ですと、ルーム ID が変わった場合、クリーンアップ関数によって古いルームを切断してから、エフェクト関数で新しいルームへ接続します。また、ページ移動やキーの変更によって、コンポーネントがアンマウントされる場合にもクリーンアップ関数は実行されます。この章では実行の流れをイメージしやすいように説明します。まずは1度目のレンダリングです。ユーズエフェクトは、エフェクト関数と依存値リストを保存します。レンダリング後に、保存しているエフェクト関数を実行し、返ったクリーンアップ関数を保存します。ここで、親コンポーネントによって2度目のレンダリングが起こったとします。依存値リストに変化がなかったので、保存している値をそのまま維持します。レンダリング後は、保存しているクリーンアップ関数も、エフェクト関数も実行しません。次にユーザーが別ルームを選択し、3度目のレンダリングが起こったとします。ユーズエフェクトは、ルーム ID が変更されていることに気がつき、保存しているエフェクト関数と依存値リストを更新します。レンダリング後、1度目に保存したクリーンアップ関数を実行してから、今回保存したエフェクト関数を実行します。そして返ったクリーンアップ関数を保存します。あとはこの流れを繰り返します。もしどこかのタイミングでコンポーネントがアンマウントされる場合、保存しているクリーンアップ関数を実行します。ユーズエフェクトの仕組みについては以上となります。ここからはユーズエフェクトの使用例を2つ、手短にご紹介します。まずは Window オブジェクトを使う例です。リアクトで用意されている Div などのエレメントに対しては、ほとんどのイベントハンドラーを直接渡すことができます。しかし Window オブジェクトはリアクト外のシステムですので、直接ブラウザ API を使う必要があります。次のコードはユーズエフェクトの中でブラウザ API を使用し、Window オブジェクトへリサイズイベントハンドラーを付与しています。ユーズステートから返る更新関数は常に一定ですので、エフェクト関数は一度のみしか実行されません。アンマウント時にクリーンアップ関数によって付与したイベントハンドラーを削除します。続いて次のコードはユーズエフェクトとユーズレフを組み合わせて、エレメントのような DOM ノードを直接操作する例です。ユーズレフには使い方がいくつかあるのですが、これ以降返却値をレフと呼び、ここではレフをエレメントに渡しています。エレメントに渡されたレフの中身は、ほぼエレメントそのものになり、JavaScript を使ってコントロールすることができます。ユーズエフェクトはレンダリング後にエフェクト関数を実行するので、その時レフにはすでにエレメントがセットされています。すなわちエレメントを引数とする外部ライブラリなどに渡すことができます。
また useRef は常に同じオブジェクトを返すので、エフェクト関数は一度のみしか実行されません。このように useEffect と useRef を使うことによって、React とエレメントを操作する外部ライブラリをつなぐことができます。これで使用例の紹介は終わりです。簡単な使用例でしたが、あとは周りのコードが複雑であるかないかの違いで、useEffect 自体の使い方は全て同じですのでご安心ください。ここからは useEffect の間違った使い方について説明します。本来外部システムとの連携を目的とするuseEffectですが、どんな関数であっても受け取ってしまいます。他にベストな方法があるのにもかかわらずuseEffectを使ってしまうなど、よくある間違いについて4つご紹介します。1つ目は、止まることのない無限レンダリングを引き起こしてしまうケースです。このコードは依存値リストにカウントがありますが、エフェクト関数が依存値であるカウントを変更してしまうので、永遠にレンダリングされ続けます。わかりやすさのために普通は書かないコードを例としていますが、ここで伝えたいことは、エフェクト関数内で依存値の更新関数を使う場合、注意が必要ということです。例えばカウントが3未満の場合など、要件に合った条件を追加することで無限レンダリングを回避できます。また、ユーズステートから返る更新関数は常に同じオブジェクトを返すので、一度のみ実行したいのであれば、更新関数へ関数を渡すことも可能です。次のコードは、ファーストネームからラストネームが変更されるたびに、フルネームを更新するという例です。この場合、フルネームの更新は外部システムではなく、コストがかかる処理でもないため、useEffectではなくレンダリングフェーズで行うべきです。次のコンポーネントは ToDo リストを受け取り、高コストなフィルタリングによって表示するリストを更新します。フルネームの例のようにレンダリングフェーズでフィルタリングすると、高コストな計算がレンダリングごとに発生してしまうので、useEffectを使って ToDo リストが変わった場合にのみフィルタリングしています。一見良さそうですし、絶対に間違っているというわけではありません。ただReactはこのような場合に、useMemo という専用のフックを用意しています。useMemo については別動画で説明しますが、簡単に言うと依存値が変わった場合にのみ、渡された関数をレンダリングフェーズで実行します。依存値についてはuseEffectと全く同じです。レンダリングフェーズでフィルタリングできるので、useState とuseEffectを使った場合と比べてレンダリングの回数を抑えることができます。フィルタリングに外部システムのロジックが必要な場合などを除き、useMemo を使うようにしましょう。次のコードのエフェクト関数は、受け取った商品がカートに入っていれば通知を表示します。ハンドルバイクリックによって商品をカートに追加し、再レンダリングされた後に通知を表示させる意図があります。一見問題はなさそうですが、これはバグの原因になり得ます。例えばブラウザを閉じても忘れないように、カートの内容をブラウザのストレージなどへ保存するとします。するとカートに入っている商品ページをリロードするたびに、通知が表示されてしまいます。修正すべき根本的な点は、通知表示の役割をイベントハンドラー内に持っていくことです。useEffectとイベントハンドラーのどちらで実行すべきか迷った場合について、公式ドキュメントにはこのように書かれています。そのコンポーネントがレンダリングされたからこそ、実行すべきコードであればuseEffectで実行する。この例ですと、このコンポーネントがレンダリングされたから通知を表示したいわけではありません。カートへ追加した時に通知を表示したいので、イベントハンドラーで実行すべきです。反対にページビュー数を保存するために、エフェクト関数内でアナリティクスへポストするの割にかなっています。これでuseEffectについての説明動画は終わりです。この動画ではuseEffectの基本から使用例、他の方法との使い分けなどをご紹介しました。はじめは複雑そうに見えますが、useEffectがやることはとてもシンプルです。何度も見て参考にしていただけると嬉しいです。このチャンネルでは、Reactについて全力で解説するコンテンツを作っています。よかった、参考になった、そう少しでも思っていただけたのであれば、高評価とチャンネル登録をお願いします。また、気になったことがありましたら、コメントしてくださいね。それではご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。